こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。高いところから失礼しています。目の前にあるこの花林の素晴らしい木。手に入れたのがまだ1ヶ月前のオークションです。今までは培養のためにデーモノの鉢に入っています。もし衣装として着せる時には実の姿、紅葉の姿、そして冬枯れの姿を浮かべるのにできればこの前にあるイワシデを春にやったように瑠璃色の長鋒に植え替えることで幹の白、緑のコントラスト、いろいろなものが木を生えさせてくれるわけです。この木もそのようなことをしたいのですが、盆栽には植え替えの季節があります。種類によっての季節を違えてそれをやることはできません。来年のために今から鉢を考えておかなければなりません。今日は一つ皆さんに鉢移りというものの大切さをご紹介したいと思います。お楽しみください。鉢移り、そして鉢に盆栽を入れる。今一番足りていない問題がここにあるような大型鉢です。残念ながら日本の東都盆栽鉢の最高の生産地であります常滑もこのような70センチ、80センチ、1メートルいうような鉢は現在作るのが困難になっています。ここにあるものは多くが盆栽のプロたちが畑で作ったものや山取りでしたもの、そして庭木を切り詰めて盆栽の大きさにしたものなどを使うために用意されています。私が中国で10年かけて作った技工の本物の土たちです。毎年毎年ここに置いてあるほどの数が消えていきますが、鉢としては一番大型の部類に属しますが、これも次の時代の大切な道具です。羽生の第三培養所に建てられた私どもが世の中に送り出す鉢の収蔵庫です。小さいものは商品盆栽のようなものから数多くのデーモノ鉢を中国技工東都、焼き物の都と言われるところで最良の土を使って作りました。こんな鉢が欲しい、こんな形が欲しい、そんなことをやっているうちにその形の数は数百を超えるものになっていきました。鉢というものは衣装です。数多くのものが盆栽のために必要です。これだけのものがありながら植え替えるときになかなかぴったりと来ない、この苦しさも長く味わいました。これからもどんどん形を作って多くの鉢を次の時代に残そうと努めています。大切なのは土と焼きの良さです。冬割れてしまうような鉢では次の時代に残りません。形、質、焼き、その3つが要素として揃って初めて盆栽鉢としての内容が価値が問われるのです。数多く作る鉢もプロ愛好家の要望でなるべく奥行きが楽なものを作ってくれ、この要望が主流です。ただどんどん奥行きを増やすと鉢の形は壊れます。中にはこのように遠き昔の短冊に近いものをあえて作り、木に合わせるものも必要です。数が売れるわけではありませんが、いろいろな形を残す。それが次の時代、おそらく50年後、100年後の役に立つと信じています。雑木盆栽、見物盆栽。もちろんそれに欠かせないのが釉薬鉢、つまり上薬を施して色彩豊かにした鉢類です。ここにある鉢は中国の石碗窯、私たちの世界でいう広東で作られた鉢です。広東でこんな鉢できるのとお思いでしょうが、技工で作られた小当たりの型、
その作り方を10年かけて関東に移して、関東鉢で技巧の洗練された形を作りました。最近ではこのように幻と言われて一番難しかった白高地の再現にも成功しました。ある程度の小品中品盆栽から大型のものまで数多くありますが、まだまだ次の時代のための作品作りは続きます。先ほどの花林の大型な木と同じように、この木はまだつい半月前、東京の我が業界の中央オークション、水曜会にて手に入れた木です。見事な太感の楓ですが、同じです。培養を重視するために常滑の鉢に入っています。もちろんこの鉢で培養上は何も問題がありません。ただいざこれを世の中へお披露目をして飾るとなれば、やはり釉薬鉢のようなものに入れたいものです。広がる座、見事な姿を、やはり秋冬春のそれぞれに合うような色、瑠璃色か白色でしょうね。そのようなものに植えたいと思います。鉢を覆い尽くすようなこの広がる粘り、どれほどの長い時間かけて作ったものか、私の手の大きさでも太さがわかるでしょう。これをきれいにほどき上げるには、やはり来年の春、明けあらぬ2月3月まで待つしかありません。その時のための鉢が必要です。楓の太感を入れるのには、このような鉢が必要です。関東の深い瑠璃釉の釉薬の色、墨切りの技巧の型、この鉢にあの楓を入れれば、どれほどの見栄えになるでしょう。80センチを超えるこの大型鉢を作るのには、3年4年の試行錯誤が関東の窯場で行われました。ようやくたどり着いた未来の実用の名器です。小白盆栽のデーモノの鉢でも、同じデーモノとはいえ、その木の形に合った鉢というものがあります。手に入れていたままのものは、なかなかそこへたどり着く前のものが多いです。この黒松なども、太感の荒ぶれた幹と見事に締まった幹模様と枝打ち、とても格調の高いものですが、丸感の幹模様なのに、あえて木古雲足の鉢に入れています。木古雲足というのは、幹の動きが強かったり、心拍や梅のような野趣味のあるものが合うもので、このように端正なものは、かえって長方かすっきりとした楕円が映るのではないでしょうか。中品の太感でうねる幹とシャリ、しかも天シャリを持った見事なこの五葉松。決してこの鉢が合っていないわけではありませんが、さらに良くしようとしたとき、やはりこの雲足の強さが目立ちます。動きのある木ですから雲足でいけないわけではないのですが、これだけ見事に端正に作られた木でしたら、かえって長方のある程度深みのある、もっとすっきりした鉢の方が木に目が行きます。あまりに鉢のデフォルメが強いと目が鉢に行ってしまいます。大切なことです。鉢はあくまで衣装で木を引き立たせるもので、鉢が目立つものというのは決して合っているわけではありません。皆さんが楽しまれる中型の盆栽、中品の丸観の五葉松として長い年月をかけて作り上げた端正な木です。こうして皆さんにご覧いただけるわずか1週間前に名匠木村正彦先生の手によってきれいにしていただきました。もちろんこの姿、つまり切ったての楕円でも決していけないわけではありませんが、格調の高い丸観ですと本来でしたらこのようなものからさらに格調を上げる必要があります。私が中国で作った鉢ですが、このような長方に入れるとこの木の格はさらに上がります。木を少しでもさらに品格と内容を高める、植え替えの鉢合わせの大切なことですね。
端正な中型の五葉松。天下な理想を描いたこのような木は、裾を引く枝に合わせて、外縁に広がり、足をしっかりと張った長方。この格調の高さが美しさを際立たせます。山もみじの寄せ植え。園芸的な寄せ植えではなく、天に広がる葉がその下を覆うような影を作る。まさに高原にある森林の姿そのまま。極力薄い鉢をということで、亡き相葉光陽先生が残した薄鉢の長方に入れて、その美しさはひときわになりました。もともと泥物の楕円に入っていたものが、この姿に入り、まさに仕上がりの姿を見せています。発見された新種、雪姫の寄せ植え。詰まっていた寄せ植えを広げて寄せ植え直すときに、霊峰先生が作った瑠璃色の楕円の鉢。このように根を抑え込みながらも深さを感じさせない広がりを与えることで、上の木立の動きを助けてくれます。俗に言う文人盆栽。細身の中で揺れ立ち、下には枝もなく、よく見れば幹に厳しさを持つ。このような表一とした木は、皿物や薄丸鉢と言われるもので、鉢を感じさせない鉢。それがこの細身の木立の美しさを際立たせてくれます。天然の水水とシャリ芸の圧巻の動き。心拍盆栽の真骨頂と言われるこの姿。大きな鉢に入れるわけでもなく、小さめに仕込み、それを袋式という根を抑え込む鉢によって木の動きを捉えてくれます。その中で同じ泥物に入れるのでも、この紅泥色のような赤みのあるものを入れることによって、葉の緑、シャリの白さ、そして水水の茶。このコントラストを見事に受け止めてくれるものです。いかがだったでしょうか。鉢写り、また鉢の形、衣装としての色。皆さんもぜひご自身の木を植え替えを施す前に、どんな鉢がいいか、熟考してさらに楽しんでいただければと思います。わびチャンネルは手入れ、このようなハウツーご紹介、そして深い文化的な飾りや道具、幅広くアーカイブで皆さんにご紹介しています。ぜひチャンネル登録をしていただいてお楽しみいただけるとありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。